アス、スピリットアート、アセンションで、練を習得、練を極めて、初に至る。こにゃにゃちは、今回はあたおか企画の第3弾、アセンションした分のエネルギーをラブ注入の回になります。これまでの第1回と第2回のビデオでも、本企画のイカれっぷりを公開してますので、初めての人はそちらもご参照ください。まず、本題となる、ドッキュン、ラブ注入、ハンターハンターでいう、初の実演に入る前に、アセンションとは何ぞやという疑問について詳しくお伝えします。スピリチュアル界隈の人々の間で一般的に呼ばれるアセンションというのは、肉体を持った物質世界と時間経過の4次元からもっと高度に心霊的な意識世界を伴った5次元にアップグレードするような次元上昇や波動上昇を意味することが多いです。もちろんその理解の仕方で正しくて、ここ惑星地球の全体的な波動も凄まじいスピードで上昇してきており、地球上で生きる私たち人類にもそのような波動上昇や意識の変化、社会の変革が急速かつ劇的に起こりやすくなっています。ただ、具体的なアセンションのやり方やもっと細かい説明が省かれている気もするので、私自身の個人的なアセンションの見解についてもう少し語ってみようと思います。まず、私自身の理解では、アセンションには大きく分けて2種類あると感じています。どういうことと思われる人もいらっしゃるでしょうが、ひとまずニュートラルに耳を傾けてみてください。アセンションの2パターンの分類は、身体及び霊体に流れ込んでくるエネルギーの性質によって分けられます。一つには高次元からの光と波動、エネルギーの流入によって内側から浄化作用が起こります。高次元からのエネルギーの流入によって自分自身の内側にわだかまっていた心のしこりや考え方の偏り、その奥にこびりついていた先祖霊や邪気、邪霊などが霊体から剥がれて浄化されたり、自身の波動も高まり、無意識に押さえつけられていた体内のエネルギーやオーラが輝きを取り戻したり、それを外側へ意識的に発せるようになったりします。そうして霊体が少しずつ浄化されることによって思考がクリアになったり、自己の内面からの魂からの声が聞こえるようになり、周りに流されずに自分軸を主体にして生きていくことができるようになります。人によっては高次元の霊体や宇宙存在と交信できるチャネリングの能力が開花したり、心霊世界のエネルギーやオーラの性質を読み取れるリーディングや行といった特殊能力が開花してくる人もいるでしょう。あるいは高次元から受け取ったエネルギーを自身の霊体を仲立ちとして他者へ転写したり浄化を行うエネルギーワークができる人も増えてくるでしょう。漫画「ハンターハンター」で例えるなら、オーラを体内に留めて増幅させる練を極めていって、次第にエネルギーワークの発に至る感じですね。実際こうしたアセンション現象による意識や霊体の大きな変化を感じ取る人はこの地球上に加速度的に増えてきています。こうした高次元からのエネルギーの流入によって浄化作用や波動上昇が起こるアセンションが一つ。もう一つはその性質的にエネルギーというよりもご神霊そのものが霊体に降臨してスピリットと一つに融合するタイプのアセンションです。神霊そのものの降臨が起こるケースは少ないでしょうが、スターシードのように人類や諸霊を浄化して次の時代へ橋渡しするために特別な使命を持って生まれてきていたり、育成層の前世で古代の秘儀や神宝
を学んで習得していたり、これまでに何億年何十億年と時を重ねてきたオールドソウルと呼ばれる古い歴史を持つ魂で、もともとそうであった状態に戻る作用として融合が起こったり、いくつか心霊降臨の起こるパターンはあると思いますが、通常の高次元からのエネルギーの流入に比べて、スピリットそのものが降臨してご本命に合体し、紙一一体となった合霊状態に至るのはかなり稀な現象でしょうし、あまりにそれを求めすぎても化かしに来る偽りの霊的存在もいるので注意が必要です。さて、ここまでアセンションについて個人的な見解を語ってきましたが、何かしら参考になるところがあれば嬉しいです。次回はうまくアセンションの波に乗れるコツについてもご紹介できればと思います。ではそろそろ本題の特キュンラブ注入ハンターハンター的な初の実演に移りましょう。レッツラゴー。はい、こちらがすでにご神霊が降臨しているアート作品になります。これらのアートにさらにアセンションした分のエネルギーを特キュンラブ注入していきたいと思います。リーディングや行を体得してる人はそれぞれのアートにどんなご神霊が降りているのかクイズ感覚で探ってみるのも面白いですよ。はい、今アセンションした分のエネルギーがアートに降り注ぐようにお祈りを開始しました。はい、お祈りを受け取っていただいて、今大宇宙から大量のエネルギーがアートに降り注ぎ始めました。はい、どんどんと追加のエネルギーがアートに流れ込んでいっています。わかりますでしょうか？はい、おおよそエネルギーが宿り終わりました。はい、追加のドッキュンラブ注入が完了してエネルギーが降臨し終わりました。こうして日々のアセンションによって霊を極めていくことで初の威力もどんどんと高まってくるわけですね。祈りを受け取っていただいて誠にありがとうございます。それではいつものようにビフォーアフターで見比べてみます。こちらがビフォー、こちらがアフター。ラブ注入前のアート作品、ラブ注入後のアート作品、2つ同時に見比べてみましょう。はい、いかがでしょう？わかりますでしょうか？右側のドッキュンラブ注入後のアート作品の写真の方がどことなくさらにニンニクマシマシな感じでオーラと迫力に磨きがかかり、どっしりとそこはかとなくより強烈な存在感を醸し出しているような気がしませんか？できる人は行を使ってご覧いただくと顕著に実感できるはずですが、アートを取り巻いているエネルギーの渦がかなり強烈にパワーアップしているのをビンビンに感じ取れるかと思います。もちろん摩訶不思議アドベンチャーで全く意味不明な人は新種のエンターテインメントとして軽い気持ちで右から左へ受け流していただければ大丈夫です。さて、いかがだったでしょうか？あたおか企画の第1弾と第2弾のビデオでリーディングや行のコツもご紹介しています。このあたりは反復練習あるのみですので、ぜひあなたも念能力を開花させてみてくださいにゃ。エンタメとして面白かったにゃ。もっといろいろと見てみたいのにゃ。そのように感じていただけた人は、いいねやチャンネル登録、コメントなど残していただけるととっても励みになりますのにゃ。最後までご視聴いただいてありがとうなのにゃ。